こんばんは。すずのオラクルカフェへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではオラクルカードリーディングを通して変わりたいあなたを応援するメッセージをお伝えしています。本日のテーマはあなたの中の光と影、今水面下で起こっていることです。皆さんはハロウィンの起源をご存知ですか？古代ケルト民族のお祭りサウィンがルーツと言われています。ケルトでは1年を夏と冬、光と闇の時期に分けていて、11月1日が新年、1年の始まりなんです。夏の終わりと冬の始まりである10月31日は夏の収穫を祝うお祭りが開かれていたんですね。そして亡くなった人が家族に会いにこの世に戻ってくる日と信じられていました。もう日本で言うとお盆と大晦日が一緒に来たような雰囲気ですよね。で、ご先祖様の霊だけではなく悪霊とかも紛れ込んできてしまうので、悪さをされないように人間には見えないお化けの格好とか、そういった格好をしていたのがそのハロウィンの仮装に今つながっていると言われています。私はあなたたちの仲間ですよということを、そういう格好をして伝えていたんですね。で、サウィンの時は過去と未来の扉が開くとも言われていて、占いをするのにもとっても向いているそうです。そこで今回はこちらのシャドウ&ライトオラクルカードでリーディングをしていきます。もし今あなたが計画していることがあるとか、どなたか誰かとの関係性が気になるとか、恋愛でも仕事でも何でもいいんですけども、そういう何か気になることがありましたら、思い浮かべながらカードを選んでみてくださいね。今のあなたの状況や環境の中で見えている光の部分と見えていない影の部分というのをこのカードに聞いていきます。ただし一つ注意点があります。今回のこのカードは、お墓とか死者にまつわるカードとか、ちょっとね、ダークな雰囲気がありますので、あんまりそういうカードは得意ではないかなともし感じる方がいらっしゃいましたらご注意ください。人物の表情も厳しい、そういうカードもありますので、もしね、今気分が落ち込み気味だという方や、そういう影とか闇とか、そういうリーディングが今はちょっと辛いかなという人は、間を置いてまた波長が合うような時に聞いていただくというのをお勧めいたします。光も影もそういうテーマも OK、 こういったダークなカードも OK という方はぜひこのままご視聴くださいね。それでは選択肢なんですけれども、こちらのウィッシュクラフトというこの小さなカードで4択で選んでいきます。カードの絵柄で決めていただいてもいいですし、数字で選んでいただいても OK です。まず1枚目から、はい、1番目のカードはこちらです。こちらが1番です。2番目のカードがこちらです。こちらが2番さん。3番目のカードがこちら
ちらが3番さんです。4番目がこちら。こちらが4番のカードです。1番、2番、3番、4番。お好きなカードを選んでください。それではどうぞ。はい。1番目のカードを選んだ方へのリーディングです。まず4枚引いてみました。1枚目があなたの、今気になっていることや状況に関しての影、見えていない部分。2枚目が光、あなたに見えている部分。3枚目がなぜそのような状況になっているのか。4枚目がこれから何をしていったらいいのかということになります。まず1枚目引いていきますね。はい。この緑見えますかね。これ植物なんですけれども、食虫植物です。食虫植物のこの温室の中の食虫植物というカードです。あなたを食べようとしている、そんな警告のようなイメージですね。で、光のカードも見せてください。はい。こちらはマリーのなりすましというカードなんですけども、このマリーはマリー・アントワネットのようなイメージでいいかと思います。女王様なんですけれども、光と影の部分、この2枚見ると、ちょっと今あなたにとって、気になっていることや、今の状況というのが、一番すごい重要なのが、その人間関係の関係性のような印象があるんですね。このカードは、あなたのエネルギーを奪おうとしている人がいますよ。あなたはそれに気づいていますかというメッセージかなと思うんですよね。食虫植物なので、あなたを食べようとしている、そういう、だからエネルギーを奪い取るような人物ということと、でもあなた自身は気づいているかもしれません。このマリーのなりすましというのは、あなたの周りの方か、もしくはあなたかもしれないんだけれども、そのね、マリーは女王様だから、ちやほやされるんだけれども、本当の友達でしょうかという、そういう問いかけかなと感じます。今一番そういう人間関係のことで気になっているという方は、あなた自身というよりは、誰かだと思うんですけども、誰かに、そういうエネルギーを奪い取られるようなことはありませんか？そしてその人は、表面上のお友達かもしれませんという、ちょっとそうですね、両方とも警告のようなイメージがあるんですけども、でも全然そういう、人間関係で、そういうなんか困ったようなこともないし、うまくいってるかなという場合は、あなたの何かしていることだったり、あなたが考えていること、やろうとしていることかもしれません。例えば、マリーのなりすましは、他の人に、それはいいですね、いいことですね、なんていうふうにちょっとちやほやされてしまったので、本当は自分のやりたいことではないのに手を出してしまったとかね。あとは、何か自分のエネルギーをすごく奪い取られるような、集中できなくなるような、
もう何かそういったものに手を出してしまっているとか、そんな風に誰かとの関係というふうにこだわらず考えていただくと分かりやすいかもしれません。あなたの本当の気持ちはどこですか？そしてあなたのエネルギーを無駄に消費させるようなものはありませんか？と言われている印象があります。なぜそのような状況にね、今なっているのかというと、嵐ですね。この海の中の嵐のカードが出ました。ちょっとだから今混乱気味かもしれません。あなたの中に嵐、何かトラブル、ハプニング、そういったことがあなたの中にあったようです。あなたの周りにあるようです。でも、この彼女はとても、険しい顔はしてるんですが、冷静なんですよね。落ち着いてるんですよね。この嵐の中にあっても、混乱の中にあっても、あなたは静かに冷静でいます。混乱の中の静けさというカードなんですよね。だから何かちょっとね、やっぱり、あなたのエネルギーがこうね、消耗されるようなことがあったら気持ちは、乱れたり、状況が混乱したり、パニクったりってするかもしれないんですけれども、それでもあなたは落ち着いて自分の中のコンパスを持ってこの海を進んでいく、乗り越えることができる、そんな状況というのを指しているようです。あまりパニックにならないで、ちょっと落ち着いてね、その状況を見守っているのかもしれませんね。では、これから先何をしていったらいいのかということです。はい。キャンディーケインのエンジェルというカードなんですけども、わかりますか？バッキングと同じカードが出てるので、なんかこのカードがすごく一番のキーになりそうな雰囲気ですね。この彼女は、ちょっと不安な表情なんですよね。お菓子、このね、キャンディーを持ってるんだけれども、この不安げな表情というのは、このお菓子、私食べてもいいんですかというふうに伺ってるような表情なんですよね。で、結構、この1番を選んだ1番さんというのは、今まで我慢してきたこととか、すごく耐え忍んできたことっていうのが何かあるかもしれません。このね、このお月様のカードも、これは月が、この満月が耐え忍ぶことを教えてくれているという意味があって、やっぱり満月になるまでの期間っていうのは、月がどんどん満ちていく期間というのは、課題が与えられたり、ちょっとやはり耐える期間というふうに言われているんですね。月が満ちていくまでっていうのは。だから何かを乗り越えるための、大変な期間かもしれませんし、あなたが何かを一生懸命我慢してきて、積み重ねてきた期間というのがあったのかもしれません。この今まで我慢してきたお菓子、食べていいですよと言われています。甘いお菓子を食べてもいいし、あなたは美味しいものを食べてもいいし、何か楽しいことをして楽しんでもいいんですよと今言われているようです。ちょっとね、だから、今までのこの流れの中で何か思い浮かぶことがありましたら、その部分だけ受け取っていただいていいんですけれども、何かね、ちょっとあなたが耐えること、あとエネルギーを消耗させるようなこと、気持ちを偽らなければいけないようなことなどがあったかもしれないんですけども、もうね、これからは自分のしたいことをしてもいいよ。そんな風に今言われています。どうでしょうか？何かヒントになりましたら受け取っていってください。
はい。1番のカードを選んだ方へのリーディングは以上です。ありがとうございました。はい。2番目のカードを選んだ方へのリーディングです。4枚引いていきました。1枚目は、あなたの、今気になる人、気になることに関して影の部分です。まだあなたに見えていない影が1枚目。で、2枚目が光。あなたが見えているもの。3枚目がなぜそのような状況になっているのか。そして4枚目がこれから何をしていったらいいか、何を意識したらいいかということになります。まず1枚目。あなたの影。今の状況、気になっていることの影の部分。とても悲しそうな表情ですね。このハートに絆創膏を貼ってあるんですね。この失恋した、ハートブレイクしたその気持ちを癒してくれる妖精さんのカードです。はい。ちょっと悲しいこと、恋愛に限らず何かを失ったとか、悲しいことあったのではないでしょうか。それをあまり見ないようにしてるということかな。で、光は、これはちょっとね、見覚えありますでしょうか。ブードゥー人形ですね。こういったブードゥー人形。願いをかける時とか、逆に呪いの人形とも言われますけれども、このブードゥー人形を、抱えている彼女が言っているのは、もうそこから立ち去りましょう、もう手を引きましょうと言われている。すごい表情は険しいですよね。だからもうあなたはそこにいてはいけないと分かっているんじゃないのと問われています。ちょっとこのカードのなんか対になっているような感じで似ていますね、この彼女たちは。どうでしょうか。何か悲しいこと、失恋のようなね、何か、ショッキングなことや悲しいこと、そういったものをもしかしたらあなたは見ないようにしているのかもしれないし、見てるんだけれども、まだ気持ちが癒されていない、そういったことがあなたの中にあるのかもしれませんね、と言われているようです。ただし、もう分かっているよね。そういう悲しいことからもう立ち去って、そういったものを手放していっていいんだよということを、このね、ブードゥー人形の彼女が言っています。もうそこから手を引きましょうというふうに。そうしないと、こういうね、人形でね、願いをかける人形で、無理やり、魔術で引き離すかもしれないよと言ってるぐらい、そのぐらい強く、あなたの悲しいこと、寂しいこと、辛かったこと、ショッキングなことから手を引きましょうと訴えてるような感じがします。なんでそんな今のそういう状況なのか、こういうカードが出ているのかということなんですけれども、はい。これはこの世の終わりの魔女のカードです。この魔女は、ここにね、砂時計がありますけど、もうちょっと砂が全部落ちるまでにはもう少し時間があるんだけれども、この世界の終わりというのを知らせているこの魔女。だから、なんかすごくこの並びがすごいなんか強烈な並びなんですけれども、もうすごいね、手放ししましょうと言われているのが2番さんの今の状況のようなイメージがあるんですよね。もう少しでこのね、砂時計が全部降りたら、砂時計をまたね、くるっと返して、また新しく始めるんだよ。だから、あなたは今までのことを、一旦終了させたり、手放しをしたりしなきゃいけないよと言われてるような感じがします。
じゃあ、どんな風にしていったらいいの、何をしていったらいいのということなんですけれども、このかぼちゃの中に時計のようなゼンマイ仕掛けのかぼちゃというカードなんですけども、何かね、こう時計のような部品がね、かぼちゃの中にあります。こっちも部品ですね、ゼンマイ。なんかね、全体的にちょっとハロウィン味が増しているカードが揃ってますけれども、このね、かぼちゃの中に電球みたいのがポッとついていて、あなたにはアイデアがありますよと言ってくれています。今までの悲しかったことや何かを失った寂しさとか、そういったものから、もうあなたは手を引いて、次の準備を始めます。そして何をしたらいいのか、どんな風にしたらいいのか、実はあなたにはしっかりとひらめき、アイディアがありますよと言われています。だからあなたがピンときたことを必ずこの先実行していってほしい。そういうメッセージかなと受け取れます。なんかやりたいこととか、試してみたいアイデアがあるんだけど、ちょっと怖いなーって思うことってありませんか？一番最初に選んでいただいたカードは、このクリスタル。このクリスタルの盾があなたを守ってくれていますよという、そういう意味のあるカードなんですね。もうクリスタルってのはもちろん浄化とか、あなたを保護する、守ってくれる、そういう、意味もあって、とっても綺麗ですよね。だからあなたはもうきちんと失恋から、失恋じゃないかもしれないんですけども、何かの喪失体験だったり、ショッキングなことからもしっかり立ち直っていいんですよ。新しくあなたを愛してくれる、守ってくれるものがありますよ。そういう人がいますよと言われています。だからしっかりとそういったものを断ち切って、何かね、心に残っているものがあったら断ち切っていきましょう。そして次の準備が始まるから、今こういうカードがあなたのもとに見えているんだよと言われています。もうすぐこの砂時計がくるっと回ります。そうすると新しいことが始まるので、そのためにあなたに何かアイデアが湧いてきているはずですよ。そのアイデアをぜひ実行に移してみてください。何か小さなアイデアでいいんですよ。そういったものを試していってください。はい。その間、あなたはきちんと守られています。そんなメッセージかなと受け取りました。2番目のカードを選んだ方へのリーディングは以上です。応援してます。頑張ってください。ありがとうございました。はい。3番目のカードを選んだ方へのリーディングです。カードを4枚引いております。まず1枚目は、あなたの状況とか、今気になっていることの影の部分、見えていない部分です。2枚目が光、あなたの見えている部分。3枚目が、なぜそのような状況になっているのか。そして4枚目が、これから何をしていったらいいのかということを見ていきます。まず1枚目です。はい。こちらのカードです。マーメイドなんですけども、このね、セクシーなマーメイドが、この暗い、これは下水道の人魚というカードで、もうこの暗いこの下水の中に、このセクシーなマーメイドが閉じ込められているような、本当に影を表しているようなカードなんですよね。このカードは、あなたのセクシュアリティ、あなたの性は美しいんですよと訴えかけています。すごい、本当にダークな
なんかね、そういう性的なこととか、あなたの、性別、女性性、男性性、そのようなことを、こう自分の中で、我慢とか拒否、あと、見ないようにしてるとか、なんかそういうことを言われているカードなんですよね。ちょっと光も見てみましょう。光は、あなたの見えている部分というのは、このリンゴを持ってますね。リンゴを持ってる彼女は、いやー、これ秋はラストチャンスというカードなんですけども、秋と言ってももうすごい寒そうですよね。なんか凍えそうな、もう冷え冷えして寒いんだけれども、その最後のリンゴかな、最後のリンゴを彼女は持っていて、それをどうしようかなと思っている雰囲気なんですよね。なんかどちらかというと、この2枚、影と光、あまり関連性ないようにも思えるんですけれども、でも、このリンゴって希望とか、やっぱり光、あと知恵、あと何かのスタート、生まれることとか、そういったことを表していて、それなのに、もう本当は食べていいのに食べないで我慢している状態で、今のあなたの状況とか、その気になっていることに関して、ちょっとだけね、あなたの、健康ではないよということを言われてるような気もします。もう暗いところに押し込められたり、このね、栄養のあるリンゴを、もう今食べればいいのに食べずに持って、そして寒そうにしているんですよね。いいんだよって、もっと健康になっていいんだよと言われている感じがします。何か性的なことやそのセクシュアリティに関して、あなたが拒否をしているとか、目をつぶっているとか、あとは女性性とかね、そういったものを見ないようにしてきたとか、そういうことに思い当たるのであれば、そういったことだと受け取っていただいてももちろんいいんですけれども、ただ全体的にというか、この2枚を見る限りでは、少しだけあなたが今不健康な、感じになっているということがそういう印象があります。じゃあなんでっていうのを見てみましょう。なんでっていうのを見てみると、三つ子の魔女のカードです。3人揃ってて、このカードはもうズバリ三つ子なので、今のキーワードは3と言われています。3ということで何か思い浮かぶことがあれば、そのことだと思います。例えば3回、3人、3度、3、とにかく3、3、2度あることは3度あるよということも言われてるんですね。だから今まで繰り返してきたパターンがあって、なんでこんなことをまた繰り返しちゃうのかなって思う場合は、必ずね、2度あることは3度あるよ。そうなっちゃうよ、とも言われているし、逆に、そういうことは3度までとも言えるよという、その両方を考えてもらっていいと思います。繰り返されるパターンはね、やっぱりどうしても断ち切らないと繰り返されるし、でもね、だったとしても、3度繰り返せばそれで終わるよという、その両方ありますので、何か自分の中で、繰り返されることがあったら、もうちょっとの辛抱というふうにも言われてるのかなと思います。あと、ね、3って聞いて思い当たることがありましたら、それがあなたへのメッセージになります。じゃあこれから何をしていったらいいのか。はい。このレディは卵を持ってるんですけども、この卵ね、見えますかね、向こうの方で、これ火事になってるんですよ。この
図書館が火事になっていて、その図書館からこのね、これ先人の知恵というキーワードがあるんですけども、知恵の詰まったこの卵をこのレディーは助け出した、そういう状況のカードなんですね。何か知恵っていうと、先人の知恵というと、このリンゴもやっぱり知恵とか表しますから、すごいこことここはなんか似てますね。2枚目と4枚目。だからあなたの持ってる知恵、知識、能力、技術かもしれないんですけども、そういったものを大事に、する。大事にする。そしてでも大事にするのはいいんだけれども、必ず一番良いタイミングでその能力を使っていった方がいいよというメッセージにも思えますね。大切に取っておくことも必要だけれども、それを使っていく能力や知識を使う、またはこのね、受け継がれた知識を安全な場所へ持って行って、また誰かに受け継いでいく、そういうメッセージもありますので、何かね、今の時点でピンとくるものがありましたら、あなたのね、能力、知恵、知識、技術、そういったものをそのままにしておかないで、どのように生かすのかというのはあなた次第なんですけれども、誰かに受け継ぐ、または自分でそういったものを発表する、そんな風にあなたの能力を使っていってください。なんかそんなメッセージに思えます。一番最初のとてもね、美しいカードですけれども、ウィッシングツリーというカードで、あなたの願いがね、この木のように大きくなっていきますよという、そういう意味が込められております。だからやっぱり、あなたの持っているものを、大きく広げていく必要がありますよ。そのためにこの3っていう数字に何かピンとくるものがありましたら、そういったものもヒントにしてください。ちょっとね、関連性っていうのはあるのかないのか、ちょっとご覧いただいた方のその時の状況によるかと思うんですけれども、何かを誕生させることというのも含まれているかと思います。あとは、あなたのその健康ですね。真っ暗闇にね、閉じ込めておかないで、光に出ていこう。あなたの持っているリンゴを食べてもいいよ。そういうふうに言われているような気がします。ちょっとね、何かヒントになることがありましたら受け取っていってください。3番目のカードを選んだ方へのリーディングは以上です。ありがとうございました。はい。4番目のカードを選んだ方へのリーディングです。4枚引いてみました。今あなたが気になっていることや今のあなたの状況に関しての影のカードが1枚目です。1枚目が影、あなたが見えていないもの。2枚目が光、あなたに見えているもの。3枚目がなぜそのような状況になっているのか。4枚目がこれから何をしていったらいいのか見ていきます。まず1枚目。はい。こちらですね。暗い海の中で、この妖精は、灯火を灯しているんですね。向こうに見えますかね？難破船ですね。向こうにいる難破船をこっちだよと、この灯火で導いているんだけれども、あなたの元に灯されたその明かりは、本当に正しい道に導いているのでしょうかという、ちょっと厳しいカードですね。表情も厳しくって、まさに影のカードという感じがします。明かりに飛びつきそうなんだけれども、本当にいいんですかと、すごくそのように
問いかけられているような雰囲気がもうどんどんしてきます。ちょっと光も見させてください。光が、はい。光のカードは、エンジェル、この雪のエンジェルなんですけども、雪のエンジェルは、この表情はね、とてもこの唇も頬も赤みがさして、とても可愛いですね。美しいですね。すごく凛とした表情をしてますよね。この雪のエンジェルは、あなたにもうサインは届けられてますよと言っています。雪のサインがね、あなたは、ね、この雪の中だととても厳しい、とても寒い。だから、そういったサインをとても厳しいから見逃しているかもしれないけれども、でもサインはもう届けられていますよと訴えられているカードです。だから、本当は分かっているけれども、見ないようにしていたサイン、メッセージというのがもしかするとあるかもしれません。あなたに何か届けられているような感じですね、今。4番さんは何かを決断しなければいけないとか、何かを選ばなきゃいけないという状況にありますか？もしそうだとしたら、あなたを導こうとしている明かりがそこにポッと出てきたとしても、それはあなたの船を逆に迷わせるものかもしれませんよ。ちょっとそこは明るいからといってそれは正しい道ですかという問いかけと、このね、寒い、厳しい、この1枚目のカードもこれ四季のカードなんですけども、1枚目というか最初に選択肢のカードも四季のカードで、その四季の中の春夏秋冬の中の冬って寒くて厳しくって、だからそういうものから目を背けようとしてしまうんだけれども、きちんとそういう中に、厳しい中にあなたへのサインはもう送られていますよと、もうはっきり言われているカードです。では、なぜそのような状況になっているのかというと、こちらは、彼女は、とてもこの表情が、なんていうの、寒いというか、寂しいというか、なんだろう、もっと、この表情、本当、寂しそうですね。寂しそうな孤独を抱えているような彼女で、このね、ケルト十字。ケルトの彼女は、この自分たちのシンボルであるケルト十字に必死にしがみついているというカードなんですね。そういったあなた自身の大切なシンボル、例えば宝物とかそういうものでもいいんですけども、何かに必死にしがみつこうとすればするほど、あなたは寂しさ、孤独を感じるのではないでしょうか。そういうカードになります。何か手放せないこととかありますかね？譲れないこととか、そういったものがもしかするとあるのかもしれません。じゃあ何をしていったらいいのかも見ましょう。はい。双子の魔女が出ました。双子の魔女がこのほうき、ね、魔女のシンボル、ほうきを持っています。もうそのまんまですね、あなたがこれから何をしたらいいのかというのは、掃除、片付け、身辺整理何かの、そうですね、整理整頓したり、きれいにしたり、あと浄化をしたり、そういうクリーニング、自分自身だったり、もちろん場所とか、あとはもっと目に見えないものかもしれません。あなたの気持ちや、あと、例えば人間関係ね、恋愛とか職場の人とか、そういうことをちょっと思い浮かべているような方であれば、そういった人間関係の中で、その関係性をもうこうクリアにしていく、きれいにしていく、そういったことを言われています。もうほんとそのままほうきが出てるので、その通りね、家の中の掃除と受け取ってもらっても OK です。はい。
だから今何かね、その最初に決断するんですかというお話しましたけれども、何かやらなきゃいけないとか、選ばなきゃいけないとかあるのであれば、その場合ですね、あなたにすぐ、何か明かりが見えたとしてもそこに飛びつくのではなく、よく自分でしっかりと考えて自分で決めてくださいと言われています。そしてもうそれはもうあなたはもう分かってるはずですよ。厳しい冬とか、そうですね、繰り返し、堅実に積み重ねてきた中、そういう耐え忍んだ中に、あなたが決断をするためのヒントがあるかもしれません。そういった本当にね、とても凛とした表情で、とてもすがすがしい、あなたはもう分かってるはずですよと言われています。で、何か必死にしがみついているもの、こだわっているもの、執着しているもの、あと手放せないもの、昔からのね、何か宝物とか、誰かにもらった大切なものかもしれません。あなたの習慣かもしれません。そういったものをちょっとね、必死に握りしめているので、実はそういったものを少しだけ緩める必要があるから、こういうメッセージが来てるんだよと言われています。そしてじゃあ、まず何をしたらいいのか、お片付けするのはどうかなと言われています。そして、魔女のほうきは、掃除だけでなく、ほうきって、魔女がほうきに乗って飛んでいきますよね。だから、旅というキーワードも一つありますので、もし、そういった旅とか、移動する、動く、そういったことに何かピンとくるようでしたら、そのメッセージも受け取ってみてください。そしてきれいにして、すっきりしたらまた次の展開が始まっていくかと思います。最初に選んでいただいた四季のカードもね、とても素敵です。それぞれ春夏秋冬の色があります。あなたの魔法というのは、一年中どんな時にでも魔法を披露することができますよと、そんな風に言われているカードです。はい。4番目のカードを選んでいただいた方のメッセージは以上です。ありがとうございました。はい。リーディングは以上になります。いかがだったでしょうか。最後に、せっかくなのでこのね、ちょっと変わったカードですけれども、このシャドウ&ライト、せっかくですからハロウィンの時にぴったりなこのカードをね、もう1枚最後に全体のメッセージとして引かせていただきます。はい、こちらのカードです。表紙ですね。一番この表紙のカードです。ちょっと素敵ですね。このカードは日食です。日食の人魚のカードなんですけれども、日食、日本では見られなかったんですが、部分日食が10月の25日だったんですね。で、もちろん見れる見れない関係なくって、そういう日食とか月食の時っていうのはそういったパワーが降り注いでいるので、その時期にね、ちょっと何か変容する、自分を変えていく、どんどんとね、何か変えていく、そういうことにトライしていくのもいい時だというふうには言われております。で、本当に変わるのにいいですよと、ガンガン変わっていきましょうと言われてるんですけども、日食と月食という意味もあって、月食はこの次もうすぐですね、11月8日、この月食は日本でも見られるそうなので、ちょっと楽しみにしていたらいいかなと思います。ぜひちょっとね、そういう
空のイベントも楽しみにしてみてください。もう1枚のウィッシュクラフトからも1枚引かせてください。はい、こちらのカードが出ました。子供たちと、あとこれ落ち葉、枯葉落ち葉ですね。どんどんとやっぱりリニューアルしていきましょうというような意味ですね。この枯葉、このね、彼らは若い葉っぱで、こちらは時期が来て落ちていく落ち葉だけれども、あなたにとって不要になったものとかね、もうしっかりと役目を終えたものっていうのはどんどん手放しをして、そしてまたどんどんリニューアルしていきましょうという、そういう意味合いが込められた素敵なカードです。どうだったでしょうか。ちょっと参考にしてみてください。あとですね、その日食、月食、そういった情報、あとは新月、満月の情報、そういったものを、私の公式 LINE の方で、お届けしていますので、公式 LINE も概要欄に貼っておきますので、よろしかったら登録よろしくお願いいたします。これからも前向きになれるようなリーディングをお届けしますので、オラクルカードが大好きという方や、またね、今回のこのシャドウ&ライトのようなダークなオラクルカードでリーディングを聞きたいという方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。次の動画もご視聴いただけましたら嬉しいです。あなたが光も影もどちらも愛せますように願っています。バイバーイ。